ここのキャンプ場は猫がたくさんいますんでね、人慣れしてるんでこうやって勝手に僕の車入ってますけども、まず寝床の準備をしまして、今日はですね、千葉県富津市の花々の里っていうキャンプ場に来てるんですけど、ここ本当にね、のんびりしてね、ほのぼのしたキャンプ場です。で、まずね、ほらもう猫がね、いっぱいいるんですよ。寄ってくるんですよね。で、まずはお酒の準備。今日はハイボールいただきましょう。スポン。やっぱ一杯目のね、キャンプ場ついて一杯目の酒、これうまいですね。はい。のんびりと。この日ね、あんまりそこまで、暑いっちゃ暑かったですけど、そこまで暑くなくって、ちょうどいい気候でしたよね。さあ、日も暮れてまいりまして、料理していきます。今回メラタワーを使って調理していくんですけれども、新品持ってきました。一応今回せっかくなんで新品をねちょっと持ってきて、どんな感じかっていうのを、ここジッパーで開くようになってる袋になってあります。でこう開けるとちゃんとここね、カチャカチャあんまりせんように止めのストッパーがついてます。これを開けまして、でこれが、足類ですね。でここに3枚入っているという形です。でまず足ですね。足を広げてこういう感じですね。それでこうですね。で2段目も同じで、今日も夏場なんでそんなに火力はいらないから、ちょっと2段だけにしとこうかなと思います。で火をつけようと思って着火剤をね使おうと思ったら、これ着火剤がねまさかの湿じゃ乾いてしまってたんか。これ結構燃料染み込ましてる系の着火剤なんですけど、これ何ヶ月も開いたまま置いてたからかな、もうちょっと乾いてもってつかなかったんで、強引にバーナーでつけていきました。今日はですね、1個はこう焚き火で肉を焼くのと、それからもう1個ちょっとこの間思いついたのがあって、そのツナとキムチをあえて、それをちょっと焼きうどんの具にしようかなというメニューです。ちょっと初めて作りますけど、流水麺というやつがすごい便利なんで、それ使ってそのキムチとツナの焼きうどんを作ろうと思います。でもそんななんか汗がじわーっと出てくるぐらいで、だらだらかくほどではないですけど、何度ぐらいやろう、26、7度って感じかな。でこっから多分もうちょっと、今時間が7時半なんで、こっからだんだんね涼しくなってくると思います。今日は過ごしやすそうですね。でちょっと今日は車中泊するんですけど、車中泊も全然暑くないぐらいの感じだと思います。ちょっと喋ってるうちに火が消えちゃったんで、火吹き棒でね火つけていきます。これ3連のやつですね。これ真鍮製の僕愛用の火吹き棒ですけど、火つきました。これ後にねこの上の方で中華鍋で料理します。薪火で肉焼きます。まずは肉ですね。こじらせ包丁&折りたたみまな板ゴーアウトを使いまして、これ壱岐市スーパーでもも肉買ってきました。741円。ちょっとねももなのでさっぱりめにいきます。これで串をね打っていって、そうなんですよ。これ今回ね炭火で網とかで焼くんじゃなくて、もう直火でこの串を刺してですね、で直で焼いてやろうと思います。 OK、 これで
直火でね、薪の火で焼きます。これだと上もね、これ鉄板になってるから上からも熱が来るんでいい感じに焼けると思います。薪の炎で静かに肉を焼く時間、いいですね。これ表面がこう軽くカリッとなるぐらいいきたいですね。で焼いたら堀にしつけてね、食っちゃいます。ちょっと表面カリッとなるぐらいやから色が黒くなるぐらいでいいかなと思います。もう薪火焼きなんでね。うまそう。これはやばい。薪の火ですからね、ちょっとこの木の香りが香ばしくついていいと思います。ちょっと薪の火うるさいですね。さあどんなもんでしょうか。結構いいんじゃないの。いい感じに香ばしそうに焼けてるね。お、いいね。ちょっとこの日ね、結構酔っ払ってまして、いつも以上になんかベラベラなんか喋ってます。ちょっと通り過ぎぐらいか。ってことはちょっと固めになってるかもしれんから、ちょっと薄切りで。ちょっと本当にね、そこそこお酒が入ってまして、なんか一人でなんかブツブツなんか言いますね。なんか今回ね、すいません。さて、堀に塩かける。ちょっとこれお酒に合うように多めにいきましょう。あー、うまい。香ばしい。香ばしい。ハイボール合うな。ほんと一人でなんかようなんか喋りますよね。これほんとね、結構ね、ほろ酔いどころじゃない感じなんですよね。しかも今日このキャンプ場僕だけしかお客さんいなかったんで、ちょっと人目もないのでね、特に喋ってますよね。ちょっと後から見てると恥ずかしいですけどね。あ、そうだで割って、これもハイボールこれ何杯目なんやろ。結構、そんなに酒が強くないので、結構すぐ酔っ払うので、いい感じに出来上がっております。うまい。うまい。こうもも肉がね、こうさっぱりしながらも香ばしくて、めちゃくちゃウイスキーに合う。またこれ堀西がうまい。それあとちょっと告知というかお知らせなんですけど、10月12、13に北九州で得意ビデオキャンプ第4回の得意ビデオキャンプが開催されることが決まりまして、なんかついた。かなぶんでした。今回初めてのこの本州を出るということなんですけど、今までがでっかいかなぶん、今までが、群馬みなかみね、で千葉の成田で、第3回目また群馬で、第4回目が北九州。ちょっと北九州のどこかっていうののリリースがちょっとまだね言えないんですけど、めちゃくちゃ景色が良くって、本当にもう10月12、13そのあたりも最高の、気持ちよさやと思うんです。でぜひ来てほしいんですけれども、で今回ですね、ホテルとかが併設されてるわけではないので、ホテルプランっていうのはごめんなさい、ないんです。なので自前のキャンプ道具があって、自分たちでキャンプができて宿泊できるよっていう方のみになってしまうんですが、普通にキャンパーさんぜひお越しください。おそらく300人前後の皆さんで一斉にキャンプして、うちの僕がやってますウグイス谷フィルハーモニーっていうバンド、猫来たろう、そのバンドのライブと、あと花火ですね、その他
もう1個2個ぐらいちょっと出し物というか楽しめるイベントもちょっと考えてますんで、これね本当にもうライブと花火だけでも来たろ。来たの。お肉食べに来たの。そう、ライブと花火だけでも本当に十分楽しいし、しかもそれでみんなでキャンプしてっていうことになるともうめちゃくちゃ楽しいイベントなんで、ぜひともお越しくださいっていう告知でした。来たの。これね、肉あかんよ。とにかく酒が合うな。得意ビデオキャンプぜひともお越しください。結構ね、毎回遠いとこからも来てくれる方もいるんで、九州の方だけじゃなくても、中国四国地方とか関西とか、もしくはもう関東からもどんどんお越しください。じゃあ次焼きうどんの準備をするためにちょっと火力を上げてまいります。猫とランプ。じゃあちょっと焼きうどん作っていきましょうかね。今回ですね、この流水麺、水でさーっと洗うだけで使えるっていううどんを使って、ちょっと細うどんってやつですね。これを使ってツナキムチ焼きうどんを作っていこうと思います。びっくりした。缶切りないとあかへんかと思った。でまず酒を作ります。ちょっともう一人なんでね、今日はがっつり飲んでやろうという感じなんですけど、もうガッと飲んでね、ガッと食って、明日ね朝からラジオ収録があるんで、最低でも8時にはここを出たいっていうね感じなんですよ。結構酔っ払ってきてますけど、これでキムチとツナと、あと塩昆布とマヨネーズと甜麺醤とオイスターソースをあえて、甜麺醤が入ることでちょっとこの甘みが出て、でキムチの辛みとでこの甘辛くなってるかなっていう、そんな感じの焼きうどんにしていこうと思います。ツナを開けて入れる。ツナのこのオイルもね美味しいから入れていきます。全然初めて作るんで美味しくできるかどうかはちょっとわからないです。でキムチですね。これ切れてるやつかな。切れてるか。今日ねキャンプ場全くの貸し切りで、僕山の中にたった一人です。たった一人で喋っております。はい、キムチ開けました。こんな感じですね。キムチをガサガサっと入れて、切れてるよね。切れてるな。キムチをガサガサっと入れて、ごま油あるね。でごま油とね、ごま油でうどんを炒めようと思います。はい、こんな感じでガサガサっと入れましてと、和えます。キムチもっと入れてもいいかな。キムチもっと入れるか。あえてここにごま油は違うな、ごま油入れて、もううまそうですよね。ほんで甜麺醤、これでちょっと甘みをね、ほんのちょっとの甘みを出します。でちょっとオイスターソースでうまみを足します。このぐらいでいい、ちょっとぐらいでいいと思います。ほんでちょっとマヨもね、一応マヨいきましょう。本当に一応
ちゃいマヨ、ちっちゃマヨをですね足してまろやかに。でこの昆布ですね、この昆布もちょっと入れます。はい、これで最後のこの刻み海苔を入れると、これでねバーッとあえちゃって、これを具にします。ちょっと白カップが小さすぎたか。はい、で先にこれをガッと炒めてですね、でも流水麺はもう出来上がってる麺なので、火止めて和えるぐらいでいいんかなっていうふうに思ってます。ちょっと緑が足りひんけど、まあいいでしょう。さて火力を強めます言ってたら、猫が2匹やってきてましたね、後ろね。気づいてなかったけど。これでこのねこじらせ中華パンでいきます。これねこじらせパン、ここが木なので直接火が当たるとちょっとこう黒く焦げちゃうので気をつけてください。ほんで流水麺をほぐしに行きます。ちょっと向こうの水場でほぐしてきます。まずはごま油で木登りしてる猫がセミを捕まえてんね。まずはごま油で具材を炒めていきます。たっぷりめにいきましょう。メラタワーはこういう使い方もできるんですよね。コンロ代わりとかにもできたりするからすごい便利です。これでちょっとこのキムチが香ばしくなったらね、いいなっていう。ちょっとこうやって火力をね調節しながら、これがまたね焚き火料理の楽しいところでして、見た目あんま良くないな。でも絶対うまいはず。豆板醤あるから、豆板醤もちょっと入れちゃおうか。豆板醤ちょっと入れてね、ちょっと夏っぽくしましょう。豆板醤はちょっとこの豆板醤の香りがこうむせ返るような香りが出てくるまで炒めるといいって高健鉄さんが言ってました。いい感じですね。よし、じゃあここに流水麺ぶち込んでいきましょう。ドン。味の輪郭出すために塩コショウだけちょっとささーっと振って、皆さん焚き火料理するときグローブは絶対してくださいね。熱いんで。この下の火はねちゃんと強めに出しておいてください。こういう調理する場合はツナのうまみと昆布のうまみと、あと甜麺醤とか豆板醤、オイスターソースのうまみがしっかりと出ると思います。こんなもんかな。もうちょい置くか。その間酒を飲もう。
夜これ全然涼しいんですけど、さすがに焚き火の前ではね暑いですね。汗かく。でこの汗かいてるハイボール、汗かきながらのハイボールプラス豆板醤のちょっとピリ辛のこのツナキムチ焼きうどん、これいいと思うんですよ。OK、いいでしょう。ビチビチ言ってきました。いいでしょう。OK。まあいいね。これはうまいと思う。なんか韓国ドラマに出てくるジャンキーな麺みたいな感じになりましたね。で刻み鶏を、これはうまそうでしょう。やばい、これはうまそう。ちょっと待って、その前にちょっと酒作ろう。今日は飲むぜ。いただきます。香りよし。うまっ。うわ、甘辛ピリリ、甘辛ピリリです。めちゃくちゃうまい。いや、これぜひやってください。で麺は流水麺じゃなくても全然いいんで、もっとコシのある麺でも美味しいと思います。でもねっとりこってり食べたい場合は流水麺がいいと思う。このツナも入ってるからちゃんとこの動物性の美味しさもあるし、うまっ。これに関してはちょっと豚バラとかよりツナの方が美味しい気するな。このツナの方が全体によく絡むから美味しい気がする。豚肉の場合ミンチがいいと思います。酒合う。酒合うんかい。めちゃくちゃ合うやん。いや、これマジ絶対やってほしい。材料費も安いんでね、キムチとツナぐらいしかお金かかってないし、で多分昆布が入ってることでうまみがさらに増してるから、もううまみの塊やな。これなんかうまみの塊が麺にまとわりついてる感じ。この甜麺醤、豆板醤、オイスターソースっていうこのね盤石の布陣ですよ。割とジャンキーな味ですけどね、パンチの効いた腹ペコの時にこれがさあいってほしいな。別に夏にぴったりのメニュー考えろって思ったわけじゃないんですけど、夏にぴったりだなこれ。これ多分豆板醤入れへんかったら辛みはもっと抑えられるから、辛いの苦手な人は豆板醤入れなかったらオイスターソースと甜麺醤で甘くてコクのある、そしてキムチの辛みでちょっと辛いぐらいのやつが出来上がると思います。めちゃくちゃうまいこれ。材料費が安いのがまたいいよね。甜麺醤とか一から買わないといけない場合は、甜麺醤代、オイスターソース代とかかかってくるけど、それが家にあった場合はね、ほんまにキムチとツナ缶と流水麺だけでいけるから、ほんまだいぶお安いメニューとなっております。ちょっとこう豆板醤でねだいぶ顔が発汗してますけど、基本的にはそんなに暑くないです。なんだらちょい涼しいぐらいのちょうどいいぐらい。